こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。気の血に得ない人は世界をどう見ているのかは、東京工業大学の伊藤康幸による視覚障害者の世界認識についての新書です。本書は着者の綿密なインタビューと観察を同じ目の見えない人がどのように世界を捉え、コミュニケーションし、日常生活を送っているのかを豊富なエピソードとともに描いています。見えることが当たり前だと考える多くの人にとって、見えない世界はどうしても不自由と結びついてしまいがちですが、本書ではその先入観を服してくれます。体験的な技術と科学的な知見を知りこぜながら、読者は見るとは何か、感じるとはどういうことかといった根源的な問いに破ります。この本は視覚に関するバリアフリーや不死だけでなく、私たちの認知や感覚、コミュニケーションの本質についても深く考えさせられる内容となっています。そして、障害を持つ当事者の声や視点を大切にし、多様な世界の見え方を私たちに提示してくれる一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、視覚障害者の世界認識。本書の中心テーマは、視覚障害者がどのように世界を認知しているかということです。著者は、目が見えないという状況が単にビジュアル情報の潜入を意味するのではなく、聴覚や聴覚、嗅覚といった他の感覚が不眼的に動き、独自の世界観が形成される様子を紹介しています。例えば、視覚に頼らずに空間を手や足、陰の反響、匂いなどで読む能力は、見える人には想像がつかないほど高度です。目で捉える世界とは異なる触る世界、聞く世界の豊かさは、視覚障害者が世界とどのように関わっているかを物の名で当たります。このトピックを通じて、単に見えないことがハンディキャップではなく、多様な感じ方、考え方の源泉であることが示されています。次に、コミュニケーションの再発見。視覚情報が得られない中で、どのように他者とコミュニケーションを取るのかも本書の重要なテーマです。会話の表情やアイコンタクトなど、一般的に視覚に依存する情報が使えない場合、声のトーン、沈黙、身体の位置関係などを手がかりに意思疎通が行われます。視覚障害者は、しかやかな聴覚の使い方や、触れることで相手の意図や気持ちを感じ取るレアに引き出ていることがわかります。また、視覚中心社会の中で、見えない自分をどう伝えるか、誤解なく理解してもらうための工夫や努力にも焦点が当てられています。このことから私たちは、いかにコミュニケーションが多層的かつ柔軟であるかを学ぶことができます。さらに、日常生活の工夫と創造性。視覚障害者の生活には多くの工夫と創造性が詰まっています。本書では、支出や移動、日用品の管理など、日々の暮らしの中でどのように不便を乗り越えているか、具体的な事例を挙げて説明しています。例えば、音や手触りを頼りに歩く訓練や、買い物の際の商品判別、キッチンでの安全対策など、自由な発想でもって様々な問題を解決していく様子が描かれます。同時に、技術的な補助器具や社会のサポートだけに買い取らない自分なりの工夫が、本人の自立や自信につながっていることもわかります。このような事件からは、困難に対する柔軟な思考や創造性がどんな人でも生きる上で重要だと気づかされます。そして、私たちの感覚と認知の多様性。本書を通して私たちが当然のように愛としている感覚の多様性と、その認知のあり方について考えさせられます。見ることのできない人たちの感覚世界に接することで、私たち自身の見るという行為そのものが決して絶対的なものではなく、一つのバリエーションに過ぎないことが明らかになります。例えば、盲人が色や光、距離をどのように理解するのかという磁力は、想像力や経験の積み重ねがいかに大きな意味を持つかを示しています。また、見えている人であっても、同じ景色を同じように見ているとは限らないという本質的な多様性への気づきが書かれています。こうした気づきは、他者理解や
社会の放射性を深める上で大切です。最後に、障害をめぐる社会的な視点の再考。この本は単に視覚障害者の生活を紹介するだけではなく、障害を社会全体の問題として捉え直す視点を私たちにもたらします。バリアフリーやユニバーサルデザインといった言葉が広まる現代社会においても、まだ目に見えない障壁は多いですが、本書が描くのは一方通行の資源される側ではなく、社会の異議員として活躍し、新たな価値観を生み出す存在としての視覚障害者です。障害者、健聴者と単純に分断するのではなく、地に得ない世界を理解し、構成していくためのヒントが随所にも盛り込まれています。これによって社会全体がどのように多様性を受け入れ、共に生きるべきかという大きな問いかけとなっています。結論として、木の死に得ない人は世界をどう見ているのかは、視覚障害者の体験世界を通して、私たちの感覚や認知の多様性、人間のコミュニケーションの奥深さ、そして社会の在り方について深い洞察を与えてくれる一冊です。この本は視覚障害やバリアフリーに関心のある人だけでなく、自分の感覚や認識を見直したいすべての読者におすすめできます。例えば、教育関係者や福祉従事者、デザインや建築に触る人たちはもちろん、人間理解を深めたい、対話や多様性の本質に触れてみたいと考える人にとっても貴重な気づきをもたらします。見えないことで広がる世界や独自の工夫は、自分自身が困難に直面した時、新しい視点や発想を得るヒントともなります。また、視覚数を基準にした価値観だけに喰らわれることなく、他者の立場にもって物事を肖像する例を言いくるむ教材としても有用です。本書を選ぶ理由は、単なるノンフィクションにとどまらず、視覚障害というテーマを超え、人がいかに世界と出会い認識し、創造的に生きていくかを考えるきっかけに満ちているからです。類述にはない丁寧な取材に基づくリアルな当事者の声、そして著者独自の哲学的な問いかけがどこに深い名残を残します。この本を読むことで自分の世界観が広がり、新しい価値観や生き方に向けた気づきを得られるでしょう。ご支援いただける場合は、伊藤屋札ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どごの感想をぜひお聞かせください。それではまた。